ケース、カバー、横持ちグリップ、これすべて100均で買えます。ただ十分使えるものがある一方で、注意が必要なものもありました。今回は100均で買えるスイッチ2グッズ7商品を実際に使って検証します。まずはスイッチ2を持ち運ぶためのケースから。今回は価格と素材が異なる2種類を用意しました。1つ目はダイソーオリジナルのハードケースです。価格は550円。カラーはブラック、ピンク、ブルーの3種類で、今回はブルーを選びました。外側はさらっとした手触りのマットな仕上がりです。完全に硬いケースではなく、指で押すと少したわむセミハードタイプになっています。任天堂の純正ケースと並べてみると、縦と横の大きさや厚みはほぼ同じです。ケース単体は 199g で、純正ケースとほぼ同じ重さです。ファスナーや引き手は簡素な作りですが、軽い力でもスムーズに動き、角でも大きく引っかかることはありません。開けて最初に気になったのが素材特有の強い匂いです。使い始める前にしばらく風通しの良い場所へ置いておいた方が良さそうです。内側は柔らかい起毛素材で、本体へ直接触れる部分に硬さは感じません。スイッチ2本体は2本のゴムバンドで固定できます。落下を防げるのは安心ですが、出し入れの際に引っかかるため、使いやすさは好みが分かれそうです。スイッチ2を収納するとほとんど隙間のないぴったりサイズです。軽く揺らしてもケースの中で本体が大きく動くことはありませんでした。フラップにはゲームカードを12枚収納できます。ただ差し込み口が上下逆で出し入れしにくく、ポケットによって緩さにもばらつきがあるのが気になりました。蓋側にはストラップやイヤホンなどの小物を収納できる大きめのメッシュポケットもついています。ここにストラップを収納した状態でケースを閉じ、上から手で軽く押してみましたが、スティックやボタンが押し込まれることはありませんでした。厚さ 2.5 センチのモバイルバッテリーも入りますが、ケースを閉じると画面を強く圧迫します。厚みのあるものの収納はおすすめしません。ケース内を細かく見ると、内側の縁の処理が雑だったり、糸のほつれがあったりと、仕上げには価格相応の粗さがあります。使った感想をまとめると、本体をしっかり固定でき、スティックへの干渉もなく、収納スペースが充実している点は良かったです。一方で開封直後の匂いや縫製の粗さ、ゲームカードポケットの使いにくさは気になりました。とはいえ550円でこの収納力なら、保管用や普段の持ち運びには十分使えるケースだと思います。2つ目はダイソーオリジナルのスイッチ2用ソフトケースです。価格はハードケースよりも安い220円です。カラーはブラックのみ、前ポケットなどはなく、スイッチ2本体だけを収納するシンプルなケースです。生地にはクッション性がありますが、やや薄め。指で挟むと反対側の指の感触がはっきり伝わる程度で、ハードケースに比べると保護性には不安が残ります。内側も柔らかい生地で、本体に触れる部分に硬さはありません。ただハードケースと同様に縁の処理は粗めです。ではスイッチ2を収納してみます。無理なく収納でき、本体とケースの間には少し余裕がありました。小物を入れられる程度の隙間はありますが、本体に直接触れるため一緒に収納するのはおすすめしません。本体を収納した状態で上から手で軽く押すと、スティックやボタンを押し込む感触がはっきり伝わりました。ハードケースに比べて本体まで力が伝わりやすいです。何度か出し入れしましたが、左右のスティックがほぼ毎回開口部に引っかかるのも気になりました。スムーズに出し入れできるとは言いにくいです。使った感想をまとめると、220円と安く、スイッチ2を無理なく収納できる点は良かったです。自宅での擦り傷やホコリ対策には十分使えます。一方でクッションが薄く、本体まで圧力が伝わりやすいことや、出し入れの際にスティックが引っかかる点は気になりました。このケースは自宅での保管用、外出時は先ほどのハードケースと用途がはっきり分かれていると感じました。ケースの次は100均で買える定番商品、保護フィルムを試してみます。100均には価格や機能の異なる保護フィルムが並んでいますが、今回用意したのはこちらのスイッチ2用光沢保護フィルム。薄くて柔らかいペット素材のフィルムです。価格は110円で、ダイソーのほかセリアやキャンドゥなどの100円ショップでも販売されています。パッケージには
貼り直し可能、気泡軽減と記載されており、低価格ながら基本的な機能は備えています。中に入っているのは保護フィルムとクリーナークロス、ホコリを取るシールや位置を合わせるためのガイド枠は付属していません。実際に貼り付けてみます。まずは付属のクロスで画面を拭き取ります。クロスはかなり薄手で面積も小さく、やや拭きにくさを感じました。次に剥離フィルムを剥がし、液晶画面に貼り付けていきます。図解付きの説明書があったため、作業手順で迷うことはありませんでした。ただスイッチ2は画面が大きいため、位置合わせには苦労しました。最初に少しずれると上下左右の余白を均等に揃えるのが難しいです。最後に表面のフィルムを剥がせば完了です。画面の端にホコリによる小さな気泡が残りましたが、ゲーム中はほとんど気になりません。サイズを確認すると、画面の表示部分はしっかり覆われています。紙片にも目立った隙間はなく、画面の端まできれいにカバーできています。続いて貼る前後で画面の見え方を比べます。明るい場面、細かな文字が多い場面、暗い場面の3つを見比べましたが、色味や明るさ、文字の見やすさに目立った違いは感じませんでした。タッチ操作も確認しました。指滑りは貼る前と大きく変わらず、画面端を含めて反応にも問題はありませんでした。使った感想をまとめると、画面の見え方やタッチ操作に大きな影響はなく、擦り傷対策としては十分使えます。110円と試しやすく、貼り付けに失敗しても買い直しやすい点もメリットです。一方でガイド枠やホコリ除去シールはなく、貼り付けを補助する付属品は最低限です。薄いペットフィルムなので、ガラスフィルムのような衝撃保護は期待できません。位置合わせには手間がかかりますが、できるだけ安く画面の擦り傷を防ぎたい人には十分選択肢になる保護フィルムだと思います。続いてはジョイコン2を使いやすくしたり、見た目を変えたりする3商品を試します。1つ目は横持ちしたジョイコン2を握りやすくするグリップホルダーです。ダイソー、セリア、キャンドゥなどの100円ショップで販売されています。価格は1つ110円。2人でお裾分けプレイをするなら2つ必要です。使い方は簡単で、ジョイコン2の取り付け部分から差し込むだけ。左右どちらのジョイコン2にも対応していて、反対側も同じように装着できます。底面に当たる部分にはクッションが敷かれており、この部分が直接擦れにくい作りです。固定力もしっかりしていて、強く振っても外れることはありませんでした。実際に使うとグリップがつくことで握りやすくなり、操作中の安定感も大きく増しました。操作に力が入る場面でもグリップ部分をしっかり握れます。気になったのは SL、SR ボタンの位置です。手前に来るため押しにくく感じました。右のジョイコン2はスティックに指を伸ばす必要があるのも気になりました。外すときはジョイコン2の取り付け部分を持ち、手前へ引き抜きます。取り外す際にジョイコン2の上部がグリップの内側へ擦れるため、繰り返し使うと跡が残る可能性があります。使った感想をまとめると、横持ち時の握りやすさと安定感が大きく増し、しっかり固定できる点は良かったです。一方で SL、SR ボタンや右スティックは操作しにくく、取り外す際にジョイコン2の上部が擦れる点は気になりました。110円で横持ちの握りやすさを改善できる点は魅力です。ただ取り外し時に擦れるため、ジョイコン2への跡が気になる人にはおすすめしにくいというのが正直な感想です。2つ目はジョイコン2を傷や汚れから守るカバーです。ダイソーオリジナル商品で左右セットで110円です。素材は柔らかいシリコン、表面にはしっとりとした滑り止め感があります。背面はグリップのないフラットな形状。取り付けはジョイコン2をカバーの中へ入れ、スティックやボタンの位置を合わせるだけです。素材が適度に伸びるため無理なく装着できました。本体にセットすると初代スイッチを思わせるポップな見た目になりますね。カバーの色味はジョイコン2のアクセントカラーに近く、一体感があります。ボタンの穴の位置は正確で、この時点では干渉は見られませんでした。薄く作られているため、出っ張りの少ないホームボタンやキャプチャーボタンも問題なく押せます。ただ実際にゲームをすると操作中にカバーがずれていき、ボタンにかぶってしまうことが何度かありました。ゴミやホコリが吸着しやすいのも欠点です。
特にカーペットの上に置くと繊維が付着し、取り除くのに手間がかかりました。1つ目に紹介したダイソーのハードケースとの相性も確認します。カバー自体が薄いので装着した状態でも収納はできました。ただし固定用のゴムバンドに引っかかり、出し入れの際にカバーがずれることがあります。先ほどのグリップホルダーも確認しましたが、カバーの厚みがあるためこちらとの併用はできませんでした。純正のジョイコン2グリップにはカバーをつけたままでもセットはできました。ただカバーの摩擦で脱着しにくく、接続部分も内側へわずかに傾きます。無理に併用しない方が良さそうです。使った感想をまとめると、ジョイコン2の傷や汚れを防ぎながら見た目を手軽に変えられる点は良かったです。薄く作られているためハードケースにも収納できました。一方でプレイ中にカバーがずれてボタンにかぶることがあり、ゴミやホコリもつきやすい点は気になりました。グリップ類との相性もよくありません。汚れ防止や見た目を変える目的で普段あまり使わないジョイコン2につけるならありです。ただプレイ中はずれやすいため、ジョイコン2をメインで使う人にはおすすめしにくいと感じました。3つ目はジョイコン2用のスティックカバーです。左右セットの110円でダイソー、セリア、キャンドゥなどの100円ショップで販売されています。デザインは花柄と肉球の2種類あり、それぞれ2色展開です。今回はスイッチカラーの肉球デザインを試していきます。装着方法はまずカバーの縁を裏返し、そのままスティックにかぶせるだけです。かぶせた後に回転させるとしっかり装着できます。カバーをつけるとジョイコン2が一気に可愛らしくなりましたね。先ほどのダイソーカバーと組み合わせるとさらにポップな印象になります。肝心の操作性を確認します。肉球部分には凹凸があり、スティックの高さも変わるため指先の感覚は大きく変わりました。初めは違和感があったものの、すぐに慣れて気にならなくなりました。肉球の凹凸は操作の邪魔にはならず、指先に引っかかりができるため装着前よりも滑りにくくなりました。スティックの可動域も確認します。カバーによって厚みが出ますが、左右ともに最後まで倒しきれています。実際のゲームでも確認しましたが、スティック操作に大きな支障はなく、激しく動かしてもずれることはありませんでした。1つ目に紹介したダイソーのハードケースとの干渉も確認します。ケースを閉じた状態で上から軽く押してみましたが、スティックが押し込まれることはありませんでした。欠点はシリコン素材のためゴミや汚れがつきやすいこと。マイナスボタンへの干渉も見られました。カバーによってスティックに厚みが出るため、ボタンを押すときに指が触れてしまいます。使った感想をまとめると、見た目を手軽に変えられ、意外にも指が滑りにくくなる点は良かったです。一方でゴミや汚れがつきやすく、マイナスボタンに干渉しやすい点は気になりました。とはいえ操作性を大きく損なうほどではないので、デザインが好みなら選択肢には入るスティックカバーだと思います。最後はスイッチ2本体用のクリアカバーを試します。価格は220円で、今回はキャンドゥで購入しました。こちらは透明度の高いポリカーボネート製で、本体を傷や汚れから守ります。装着方法は簡単で、ボタンや端子の位置を確認しながら本体上部からカバーにはめ込むだけです。カバーは本体下部の突起で位置が決まりますが、指で押すと左右に動き、離すと元の位置に戻ります。外す際は左右の突起にかかった爪を外します。硬い素材ですが適度にしなるため、本体を擦ることなく簡単に取り外せました。総重量も測ってみます。 586g でカバーによって 50g 重くなりました。では本体各部への干渉も確認していきます。まずは背面スタンド。干渉はなく最大まで開けました。上部のボタンは問題なく押せます。USB 端子、イヤホンジャック、ゲームカードスロットにも干渉はありません。底面の端子にも充電ケーブルを接続できます。一番気になるドックとの相性も確認します。引っかかることなくスムーズに抜き差しでき、テレビ出力も確認できました。液晶画面やカバーが擦れている様子もありません。ダイソーのハードケースとの相性も確認します。カバーをつけたまま問題なく収納できました。各部やケースとの干渉はありませんが、
プレイ中にカバーが左右へずれる点は気になりました。携帯モードでは背面に触れた指で動いてしまいます。指紋汚れと傷が目立ちやすい点も気になります。数日装着しただけで表面には細かな擦り傷が多数ついていました。使った感想をまとめると、透明度が高く本体の見た目を変えずに保護できる点は良かったです。ドックや本体各部にも干渉せず装着したまま使える点も便利でした。一方で指紋汚れや細かな擦り傷が目立ちやすく、携帯モードでのプレイ中にカバーが左右へずれる点は気になりました。プレイ中のずれは気になりますが、本体の保護を最優先したい方には選択肢に入るカバーだと思います。今回試したように100均にはスイッチ2を保護したり使いやすくするグッズが揃っています。安くても十分使える商品がある一方で、操作中のズレや保護性能など価格相応の弱点もありました。皆さんはどのグッズが気になりましたか？保護フィルムは100均で十分、ケースは100均だと不安など、ぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。